皆さんこんにちは。今回は4月の Vlog、春の景色や日常の小さな一コマをちょこちょこと記録したものをまとめてみました。中世の街並みをのんびりとお散歩したり、お気に入りの4月の購入品もご紹介します。南西フランスドルドーニュの田舎暮らしをゆったりと楽しんでいただけたら嬉しいです。今年は2月から暖かい日が多くて、のんびりと種からお野菜を育ててみようかなと思いました。こちらはミニトマトとミニキュウリの種と土、容器がセットになったもので、アクションというお店で1ユーロほどで購入しました。初めての挑戦なので、どんな風に育つか記録してみようと思いました。ちなみにこの種は3月の初めに植えました。後で今の様子もお見せしますのでお楽しみに。そしてこちらもすべてセットになったもので、おそらく貝割れ大根かなと思います。ただこの容器では収穫しにくかったので、後から結局植え替えることにしました。家庭菜園を始めた頃は、土に出てきた芽が雑草なのか、それとも植えた野菜なのかすらわからなかったのですが、このようなセットだと余計なものが生えてこないので、とても便利だなと思っています。こちらはレタスの種がリボン状になっていて、土に乗せて水をやるだけというものです。これも初めて試しました。こちらは4月初旬に植えました。日々の生活の中で動画にしたいと思う出来事がたくさんあったのですが、うまくまとめられずお蔵入りにしていました。でも今回は1ヶ月間の出来事をまとめたらどうかなと思い、この動画を作成しています。ちなみに4月の Vlog なのですが、この際少し前の出来事もお話しさせてください。
これは去年の12月、真冬の出来事です。突然、車の窓がスルッと中に落ちてしまい、閉められなくなってしまいました。実は数年前にも反対側の窓で全く同じことが起きていたんです。その時には何もわからず、修理屋さんにお願いしたのですが、結局メカニズム全体の交換ということになり、修理が完了するまで3ヶ月、費用も250ユーロもかかってしまいました。なので今回はマークがやってみるということに。ドアのカバーを外して中を見てみたところ、ワイヤーを支えるプラスチックの部分が壊れていることに気づきました。必要なパーツをネットで10ユーロで購入し、早速修理にチャレンジ。あ、Please, yeah. いやいや、How does it connect? パーツは1週間ほどで届いて、YouTube のハウツー動画や AI の助けを借りて、なんとか修理が成功しました。かなりの節約になって大満足の出来事でした。ちょっと前の出来事からもう一つ、久しぶりにフランスの田舎町を散歩した様子です。ここはエイメというイギリス人に人気の村で、中世のアーケードに囲まれた広場や石造りの古い建物がとても素敵でした。この日はブロカントを見に行ったのですが、オープンと書かれていたのに閉まっていて、他のお店もほとんど閉まっていましたが、その分静かな街歩きを楽しむことができました。
ほど種を植える様子を紹介したミニトマトやミニキュウリが大きくなっているのに気づきましたか？実はもうすでにそれぞれの苗を植え替えています。今年はネットで枝豆の種を購入してみました。枝豆はスーパーでも見たことがなく、時々冷凍で売られているぐらいです。この袋一つ、送料込みで6ユーロぐらいでした。初めて利用するお店だったのですが、なかなかよく、日本のきゅうりやナス、珍しい野菜もあったので、また買ってみたいと思います。4月にはこちらの苗もスーパーで見つけて購入しました。トゲのないブラックベリーだそうです。そして4月のお気に入り購入品からもう一つご紹介したいものがあります。こちらの紙ナプキンです。なんとチャンネルのロゴと同じロビンと桜のモチーフなんです。これからの季節、暮らしを彩るアイテムの一つになりそうです。今、前からやってみたかったことを少しずつ形にしています。庭で取りだめた鳥やリスたちの様子を一つの動画にまとめてみようと思っていたんです。のんびりお茶の時間を過ごしたいときや、いつもと違う気分を楽しみたいとき、我が家の庭の風景を眺めながらリラックスしてもらえたらいいなと思いながら作っています。もうすぐ完成しますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。今年は数年ぶりにある動物にも出会えました。夜行性なので時々お庭に出て探しますが、なかなか出会えません。意外と歩くスピードも速く、カメラを撮りに行っている間に隠れてしまいましたが、なんだかわかりますか？かなり見づらいんですが、ハリネズミです。4月にはお庭で今までにないことが起こっています。ちょっとこちらを見てください。膝から腰ぐらいの高さの位置の枝が食べられているんです。鹿などでしょうか。どう思いますか？そしてこちらのミモザの木にはこんな跡が。
爪でひっかいたような跡です。はじめはリスや猫の仕業かなと思っていたのですが、日々ひどくなり、かなり大きい動物の仕業かもしれません。アナグマやキツネでしょうか。いずれも夜行性の動物なので、なかなか原因を突き止めるのは難しいですが、私たちが眠っている間にどんな動物が来て何をしているのか想像するとワクワクしますよね。皆さんは最近ワクワクするような出来事がありましたか？ぜひ4月にあった出来事や楽しい瞬間をコメントで教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。